書いたこと、話すこと、ラップすることは全て現実になる。今日はね、東京都内で大自然と天然温泉をがっつり楽しむリフレッシュコースをお届けしたいと思います。東京都の3分の1は実は里山もしくは山地です。こうした山の管理に東京都は結構予算を割いているようで、東京都の水源ということもあり、山地の整備、特に道路の整備というところをかなりしっかりしています。水道局は、車の中でね、車で山の中に入って、整備作業とかをね、するので、マウンテンバイクで山の中を走る山岳走行みたいなのができるのが、場所もですね、非常に多いっていうのは、この東京都の山地ならではのことです。またね、このエリアにはですね、公営のつるつる温泉という施設があってですね、天然の強アルカリ温泉っていうのが楽しめます。で、この温泉で私はね、水虫にもらったことがないです。それぐらいですね、アルカリが強い天然温泉になってます。東京に住むとね、定期的に自然の中でリフレッシュっていうのを求める人も非常に多くてですね、今日はね、初心者でもかなりおすすめのですね、自然と温泉が楽しめる東京都内の、ところおすすめご紹介したいと思います。じゃあというわけでね、今日は、武蔵五日市駅に来てます。今日はね、東京でですね、リフレッシュ、自然の中で温泉もね楽しみながらやると、東京都内でという形で、やる場合どういう選択肢があるのかっていうのをちょっとご案内していきたいと思います。はい、というわけでね、駅から少し歩いてコンピラ尾根というところに来ます。コンピラ尾根をずっと通って、そのコンピラ尾根からですね、つるつる温泉という都がやってる、日帰りの温泉施設があると、そこにですね行くというルートが行きますという感じですね。はい。こうしてね動画を撮ってる時にすごい不思議なのは、なんかこう静かな場所を選んで、人が来ない場所を選んでやっているにもかかわらず、いざカメラ録画を回し始めると、なんかうるさい人が現れたり、車が来たりとかですね、そういうことがよくあるんですよね。レモンの木が伐採されてましたね。でレモンの実がねこうなっているまんま、ね、伐採するのもったいないですよね。普通に木を買ったらね、もう結構高いと思うんですよ。逆に植えようと思ってどっかから買ってくると、なんかそういうのリサイクルできるといいですよね。なんか何らかの事情でその木を切らなくて、処理しなきゃ、処分しなきゃいけないっていう人がいたら、それが欲しいなっていう人にあげられるっていうなるといいっすよね。なんかそういうのやってる人確か八王子にいたんですよね。五日市市のね、なんか役場と、そこに学校ですかね。小学校、中学校ですかね。多分中学校かな。なんかね、めっちゃくちゃ今地図見ずにね、適当になんとなくこっちだっていう方向で歩いてるんですけど、詳しいね、ルートとかね、気になる人は、多分概要欄に地図というか、ヤマップのね、リンクを多分載せるので、そこでね、地図がね、見えると思います。合ってますね。やっぱ蔵のある家が多いですね、この辺はね。はい、というわけでね、この辺が山道に入る部分ですね。というわけでね、ようやく、15分ぐらい、20分歩いて、ね、もう森の中に入りましたと。東京都です。今のね、ちょっとリフレッシュ度って意味だと、星5段階中1個ぐらいいかない、5段階中 0.5 ぐらいですかね。ようやくね、森の匂いをね、感じることはできてるんですけど、ちょっとね、上り坂なんでね、若干、ちょっと息がね、上がる感じではありますね。ちょっとね、空が開けてきましたね。まだまだね、このコンピラ尾根乗るまでにはね、結構、もうあと半分ぐらいあるんですけど、はい、ここでね、可能であれば、このコンピラのね、尾根というところのですね、ちょっと話と、あとですね、武蔵五日市というところについてね、ちょっと
話していければなという感じですね。武蔵五日市は、あきる野市に位置していて、中央線のね、支線の最後の駅です。で、古くはね、平安時代のあきる野神社っていうところからスタートしていて、1925年にね、五日市の鉄道駅ができたっていうところから、交通の便が良くなったみたいな感じです。こうわーって歩いてきてね、こういう感じで、ガーって来て、で、ここがね、こう、どんどん入って、今、こうですね。でね、目的地はね、多分この辺にあります。で、見えてないです。これはコンピラ尾です。コンピラをね、バーって行って、で、ガーって行って、奥行き過ぎるとね、あれですね、御嶽山という、ね、つるつる温泉かなりメジャーな、というかね、私知ってる人も多い感じなんですけど、アルカリ度が非常に高いんですよ。ね、なので、とてもね、お肌ツルツルなんですけど、まただから水虫菌とかね、そういうのもいないくなるんじゃないかということで、僕ね、ツルツル温泉に行ってなんか水虫もらってきたみたいな症状になったことないんですよ。多分あれはアルカリ度が強くてっていうところがね、結構作用して、なんじゃないかなっていうふうに思ってます。結構ね、利用者やっぱ多いです。やっぱ東京都なんでね、結構天然温泉でっていうとやっぱりね、手軽なんで、来る人多いみたいですね。でね、入れ墨がね、OK なんですよ。ツルツル温泉は。でね、だから結構、いろいろね、こう、派手にしょわれてる方とか、そういうのもね、竜とかね、そういうのが結構ね、見れるっていう。男湯中心だと思いますけどね、割とね。そういうのもありますし、そういうところにね、かなりね、寛容な、形のルールになってる日帰り温泉なんですね。一応ね、もみじが、紅葉がね、もう満開みたいな感じになってますね。これね、今ね、11月の、中旬ですか。ちょうどね、半分15日とかその辺ですけれども、いい感じですね。もうすぐです。はい、そこね、展望台です。実はね、山頂、全然展望がなくて、こっからがね、だけ展望があってね、武蔵ね、五日市の街を見下ろすということがね、できますという感じなんですけども、そうね、山頂そこで、山頂にね、トイレが一応あります。なんでね、ここ実はね、普通にこう山岳というよりも、かなり実は整備された公園なんですよね。これね、山頂のね、神社ですね。立派ですね。いいですね。すごい立派だ。はい。ちょっとね、そこにね、トイレと、東屋も見えてます。そしたらね、ここ一旦ちょっと参拝させていただいて、はい。ね、この琴平神社ね、ちょっとね、由来とかね、ヒストリーとかね、できれば話したいんですけどね。コンピラ山ね、登ってきまして、はい、今ね、こういう展望台をね、出てきまして、ということでね、ここに今神社があって、はい。で、こっちね、日の出山の方に行ってね、温泉に行くという感じでございます。はい。今ね、もうね、公園なんでね、しっかりとこういったね、東屋が整備されているという感じですね。いや、ですね、リフレッシュ度で言うと、5段階中、さっき 0.5 で今1ぐらいですかね。やっぱちょっとね、一旦ちょっとこう、登りが終わってということで、こうやっぱり運動してね、こう、汗をかいて、それでちょっと、一段レベル上がったっていう感じですね。今ね、ここのコンピラですね、ガーって行って、日の出山の方行きます。で、日の出山方行ってですね、ちょっと、これ下がるっていうところで、ここに温泉があります。すごい大きな岩がありますね。なんか多分これちょっとご神体的なやつですかね、きっとね。なんかそんな雰囲気ありますね。さっきの神社のね。ご神体かもしれないです。ここね、コンピラ尾根なんで尾根道ですね。なのでね、急な登りとかは少なくて、ほとんどね、こう平らに近いようなところね、歩いていくんですけど、非常にこう歩きやすくてもうほんとね、平らだし、っていうので、マウンテンバイクでね、結構こう走る人多いんですよ。多いっていうかね、たまに見ますし、なんか通った後とかね、結構あったりします。で、登山道ってね、結構自転車で走るなとかね、そういう決まりあんまなかったりするんですけど、ないんだけど、ハイカーが優先で自転車はけしからんみたいなことを言うのがやっぱ日本では多いみたいですと。で、
ただ、ここに関しては結構、自転車で走る人が昔からいて、なんかね、走りやすいんですよね。なんで、やっぱ来るっていうのと、あと、林道が結構ね、接続してるんですよ、登山道に。その関係で、林道から入って、ちょっと登山道とかも通りつつ、みたいな、マウンテンバイクのね、コースの取り方ができるので、日本でね、おそらく数少ないマウンテンバイクで、こう、楽しめる。マウンテンバイクで実際にマウンテンを普通に走れる山の領域、山域なんじゃないかなって思ったりしてます。そういう感じなんですよね。いやね、右からね、こう山がこう詰まり上がってきて、ここがね、ほんと頂点みたいな感じですね。これぞまさに尾根っていうのがよくわかりますね。右に落ち、左に落ち、ここがね、ピークみたいな感じですね。三角形の頂点ですね。今、だいたいリフレッシュ度2ぐらいですね。午前中2ぐらいまで来てます。ね、ちょっとね、曇ってるんで、あれですけど、ちょっと森をね、感じることができますね。いいっすね。いや、めっちゃいいっすね。今、マウンテンバイクでね、ここ下ってる人いましたよ。ちょっとどういうルートが入ってるのかね、ちょっと聞きたかったんですけど、多分、そんな余裕があんまなさそうだったんで、聞かなかったんですけど、ちょっとどんなルートでやってるか聞いてみたいですね。ね。いやー。でもね、いいっすね。ただね、結構ね、マウンテンバイク多分シングルだと思うんですよ。さすが。ダブルじゃないと多分あの辺はちょっと難しいのと、やっぱりね、ああいうもうデコボコしたところ下るのはね、かなり技量が必要なんですよね。普通に単純にちょっとやってる人は無理なんですよね。ああいうデコボコをマウンテンバイクでバーっていくのね、結構きついんですよ。でね、間違えるとね、すごい大怪我しちゃうんで、結構ね、大変なんですよね。はい、今ね、爽快度 3.5 ぐらいまで来ましたね。これね、今風がね、こう、優しい風が、ブリージングって言うんですけど、吹いて、なんか来てね、非常にこう、すがすがしさに、こう、アップグレードがかかったような、そんな感じですね。いや、いいっすね。いや、いいね。ちょっとね、景色も開けて、今ね、まさに、こうね、向こうのね、尾根が見えて、奥のね、こう、東京のね、景色も、ちょっと霞みながら見えるみたいな、いいですね。すげえ伐採されまくってる。やばいね。キツツキがいますね。コンコン言ってる。キツツキで。リフレッシュ度多分4ぐらい。4つ星、アルフ5星みたいな感じになってますね。もうね、ここまで来るとね、もう頭が逆にこうぼーっと、なんか変な感じなんですよね。グーってなるんですよね。ちょっと目が、みたいな感じになってきます。だんだん意識がちょっとね、ちょっと朦朧としてくる感じがしますね。いやー、もうそろそろね、このコンピュラ尾根もね、終点かなの日の出山に到達しようかなというところですね。あとまあ10分15分とかそんなノリかなというところです。But he didn't explain, okay, that's not Right, sure. And then eventually We can hear the food, we can stay like a bus. I need.
はい、どうもすいません。はい、すいません。はい、いい。はい。はい。こんにちは。こんにちは。すごい。こんにちは。全然違うし。100人超えてんじゃん。こんにちは。こんにちは。すいません。あ、そろそろ終わるかも。そろそろ終わる。すいません。こんにちは。そうでもないじゃない。独特な柔軟剤のする外国人ハイキング一行と小学生登山一行ご一行様、ね、すれ違いましたけど、これは人気なね人がいっぱい通る比較的ねイージーな山域なのでね、こういうのもねいっぱいあります。つるつる温泉産業ですね。はい、ではね、この山頂に行かずにそのままつるつる温泉行っちゃいましょう。下りです。行きます。はい、ここはですね、ありがとう清流、水は地球の生命って書いてますね。日の出町町長の人が書いてるんですね。平井川源流の地。はい。なるほど、ライオンズクラブね。東京秋川日の出町と。このがあって、源流ですね。これは飲めるんじゃないかと踏んでおります。この感じは。結構美味しいです。うまいです。どうせ見たら東京都の水ですよ、これは。リアル東京都から湧き出てる清水。東京ウォーターですよ。リアル。これ滑ります、マジで。やばいやばい。滑る。やばいな。これちょっとこっちの道やばいな。滑るな。これ舗装路で滑るってどういうことやねんって思いますよね。マジ滑るんですよね。やばいやばい。やばいやばい。やばい。ちょっとこれ。マジやばい。やばいっすね、これね。舗装路もね、こういうね、急勾配のところだとね、マジで滑るんですよ。結構そのアルパインシューズ的な、岩とかにね、ちゃんと吸い付くような感じの靴だと割とこういうところも滑んないんですけど、意外とね、泥とかに対応してる靴だとね、こういうところが割と得意なんですよね。でも、ちょっと大丈夫っていうのはね、沿いながら、もうね、舗装路なんですけども、ずっと行くとですね、もう、だいたいつるつる温泉到着って感じで、はい。
もうね、頭のとか目の凝りがね、私すごいんですけど、リフレッシュかなりしてきて、今もう 4.5 超えてるんじゃないかなっていうね。5点中 4.5 ね、超えてる気がしてます。いやー、いいっすね。いやーもう、さっきね、ちょっと頭かなりボーっとしちゃうんですけど、やっぱね、4をね、超えるとボーっとするね、フェーズが来るわけですよ。で、そこを超えるとね、だんだんスッキリ感が出てきて、さっきね、東京都のリアルなウォーターもですね、いただきながら、かなりね、仕上がりに近づいている、そんな状況ですね。やっぱりね、これ気抜くと滑りますね。結局スキーと一緒で、荷重が、この斜面の地面に対して垂直に、直角にですね、荷重がかかってなくて、行くと、例えば、ちょっと後ろにね、かかとに荷重がかかっちゃうと、これスキーと同じで、やっぱり転んじゃうんですよ。なので、スキーのね、荷重をね、意識して、行かれるといいかなと思ってまして、だからスキーでね、ね、膝が回った状態で、ね、荷重が地面に対して垂直にね、行くように、考えてね、これ後ろにね、荷重かかっちゃうとね、飛ぶスポン、ステーンっていっちゃうんです。スポーンっていっちゃうんですよ。なんで、そこはね、スキーの感覚で、やっていただければ。水スポットがありました。でも、これは飲まない方が良さそうな感じしますね。でも、あれは多分、フィルターかってんのかな？わかんないですね。はい。ここは登山口ですね。自転車が置いてある。ここまで来るのに使ってるんですね。野人忍者です。これは普通にロープクライミングしてますね。通訳。スピタリティマネジメント研究所。なんすかね。東京の社会を中心にはいはい。あれですかね。多分忍者の紐とはどれでも3つで100円。なんだろう。食器売ってますね。なんでしょう。なんか、お店で使ってた食器をそのまま売ってる感じですかね。いやー、つるつる温泉。もうね、普通の一般道に来ました。でね、あとね、ここね、7分程度上がっていくとね、温泉になります。めっちゃ混んでますね。フロアの2階にあるんですよね。そうマッサージあれですね、バリマッサージ。東京でね、自然と温泉を楽しんでリフレッシュするというところですね。最後ね、ちょっとバスがすごい混んでてね、大変だったんですけど、かなりね、良かったです。16時台にね、バスがないんですよ、つるつる温泉って。だからね、結構この前の3時台の電車すごい混んでるんですよ。